こんにちは、高弘です。今日はストリート写真での光の使い方についての動画です。ビルが立ち並ぶ都市を歩いていると光の筋に出会うことがあります。今、目の前の地面に映っているような細い光のことです。ビルとビルの隙間から差し込む光が地面を照らし、こうした細い光の筋ができます。太陽はこっち方面。ビルとビルの間に位置していて、両サイドはビルで遮られています。真ん中の隙間の部分に太陽が来ると、その光が隙間によってスライスされて細い筋となって地面を照らすというわけです。こういう細くスライスされた光は僕の大好物の一つです。僕は大体この光をサイド光として利用します。サイド光。つまりこの光に対し平行なポジションを取り、光を横から当てて通行人を取るということです。今動画で見てもらっているポジションがまさにそのポジションになります。この位置から光の筋に通行人が入る瞬間を狙ってシャッターを切るとどうなるでしょう。当然人物には光が当たるので明るくなります。その奥は日陰になっているので背景は暗いです。人が明、背景が暗。その明暗さで人物を浮かび上がらせるのが目的です。ほら、こんな感じ。一通り説明した後で写真を見せるとよくわかりますよね。やりたいのはこういうことなんです。そんなに暗いのって思うでしょう。はい、そうなんです。人間の目ではそんなに明暗さを感じられないシーンですが、写真にするとこれぐらいの明暗さはすぐに出てきます。人間の目で見た時の明暗差が1とすると、それをカメラで撮ると8くらいになります。それを編集で10に引き上げてやるとこんな感じになります。1とか8とか10という数字はまあ適当ですが、でも本当感覚的にはそれぐらいの差です。何も手を加えない状態でこれ、すでに完成形に近い絵が撮れています。そこにトーンカーブで少しコントラストを足すとこうなります。レンズは広角レンズがいいです。広角でできるだけ街全体が入るようにして撮ると、通行人にだけスポットライトが当たっているのがよくわかります。広い世界にこの人だけしか存在しないような、そんな感じに見えてドラマチックな印象を与えることができます。背景のごちゃごちゃした感じは全部影に隠してしまえるので、主題を明確にできるというメリットもあります。写真だけ見ると早朝の人気が少ない時間に撮った写真かなと思われるかもしれませんが、実際には午後4時過ぎ、ひっきりなしに人が行き交う場所で撮ったものです。街並みはそんなに整然としてません。でも光一つでここまで世界を作り上げることができる。それがこの方法の素晴らしい点だと思います。あとは被写体選びです。通行人は明るい服装の人がいいです。暗めの服だと背景の暗さとしっかり分離できないからです。服と同じくらい重要なのが頭です。日本人の髪は黒が多いので背景としっかり分離するには帽子をかぶっているとか白い日傘を持っているとか白髪の人とかそういう人の方が条件としていいです。露出はいつものようにアンダー。日陰の部分を黒に近いくらい暗くしてください。撮った後でさらにコントラストを足すことがあります。先ほどの例のように少しだけ。黒がべったり潰れたり、こういう日傘の部分のグラデーションが全て一様になってしまったりするのは避けた方がいいでしょう。モノクロとカラーの選択は何を見せたいかで変わります。こちらは服のオレンジと空の青の対比が綺麗だったのでカラーのままで編集しました。色が空の青だけならあまり意味ないのでモノクロにしてしまうことが多いです。この方法で広角で撮ると空が大きく画角に入ってくることが多いです。空の扱いには注意が必要です。今のように青とオレンジの対比という意味がしっかりあればそこまで気になりませんが、空という何もない空間が無意味に広がっているみたいなパターンは避けた方がいいです。
最初に見せたこの写真は空がちょっとだけ広すぎなように見えます。こっちの写真は同じ場所を反対サイドに回って撮ったものです。使う光は同じで、撮る位置が逆サイドになっただけのものです。この角度から撮ると空に特徴的な雲が浮かんでいて、空という何もない空間を埋めてくれています。空を広く入れる場合は雲があるといいですね。あとは背景となる日陰のエリアにももう一つアクセントとなるような光があると、より良い写真になるかなと思います。この撮影方法でのポイントを簡単にまとめると、人物の服装、頭、そして空、そして背景ということになります。これらの条件をしっかり揃えていくと、さらに完成度を高めることができます。他の場所で撮った写真も見てください。この大阪梅田で撮った写真はさっき言った条件がうまくはまった例です。超広角で街を広く映しながらも通行人をポツンと一人、主題を明確にしています。空の面積は最小限に抑えています。もちろんこれも人通りはすごく多い場所で、実際に影に隠れたエリアには人がたくさんいるのですが、それを感じさせない写真になっています。もう一つは東京丸の内で撮ったもの。この辺から光が入ってきて横断歩道を渡る人を照らしています。背景は暗く、しかしビルの上の方は少しだけ光が当たっていて綺麗なブルーになっています。そのブルーと夕日の光の対比を出したかったのでカラーのままで仕上げました。今挙げた2枚の写真は前半で見た写真よりも完成度が高いです。その理由の一つが、でかいビルと小さい人という対比が明確だということです。2枚ともビルに光が入っているという点がポイントです。この写真と比べてみると、ビルの存在感に差があることがわかります。ビルとビルの隙間から差し込む光をサイド光として使う方法を紹介してきましたが、もう一つ、差し込む光に正対して逆光として使うこともできます。こんな風に、正面に太陽、逆光で通行人はシルエットになり、地面にその影が伸びるという形になります。光の使い方としてはこれもありですね。ただこの方法だと人の頭の部分と背景の分離が甘くなりがちです。こういった部分ですね。細かいところですけど、写真の印象に大きく影響するところです。実は僕も以前はこの逆光パターンをよく撮っていましたが、サイド光を覚えてからはあまり撮らなくなりました。やってみるとわかります。サイド光の方が断然面白いです。今日の動画のまとめは以下のようになります。言い忘れましたが、光の筋の幅、地面にできる光の筋はだいたい1メートルか2メートルぐらいの細い幅のものを見つけてください。使うレンズが広角の場合、それぐらいの細い筋がベストです。幅が広いとなぜダメなのかやってみるとわかります。その光の筋が背景に入ってくるので、しっかり明暗差が作れないからです。そうそう、背景が暗い、つまり光が当たっていないという条件にも注意してください。手前にある光の筋だけ見ていると、奥のビルや街並みの条件がおろそかになります。とにかく明暗差で背景と分離させるんだという意識を強く持ってください。このサイド光による背景との分離方法はめちゃくちゃ使える方法です。これが使えるようになるとシルエット一辺倒な写真から脱却できます。都市ならではの光の使い方、ぜひマスターしてください。光一つで世界を変えられます。それではまた。